こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、機長の操縦ミスにより乗客24人が犠牲になった、日本航空350便墜落事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。機長さんの操縦ミスなんてショックだわ。乗客の命を守る、そのトップに立つ人なのに。ああ、航空機の墜落事故、しかも機長の操縦ミスと分かり当時は大変ショッキングなニュースとして伝えられたぜ。しかし機長だけが一方的に悪いわけではなかったんだ。最終的に操縦桿を握ったのは機長だが、この事故の根本的な原因は大変に複雑だ。この事故を回避できるポイントはいくつもあったがそれらが全て悪い方の分岐をたどり発生に至ったと言わざるを得ない。これから解説するぜ。頼むわね。事故が発生したのは1982年2月9日。原因となる事象はその5年以上前に遡るが長くなるので一旦事故の全容から解説する。事故機、日本航空350便に搭乗する3人が集まったのは事故の前日である1982年2月8日。羽田空港だ。機長は35歳。ただし1年間のブランクがあり3ヶ月前の1981年11月に機長に復帰したばかりだった。機長の職を離れてたのね。どうして？これは後々詳しく話すが、機長はずっと精神障害を患っていたんだ。事故時点での病名は自律神経失調症。これはうつ病のような心の病というよりは、吐き気や頭痛、不眠といった体の不調が強い病だ。なお機長業務には問題なし、と診断されていた。実際に復帰してからこれまで3ヶ月で60回以上、国内線のフライトを問題なくこなしていた。機長に復帰させた判断は、今のところ間違ってなかったようね。この2月8日夕刻、なんと機長は自身を1年近く見てきた精神科医にたまたま会った。機長の表情は柔らかく、病気の症状は全く見られなかったそうだ。運航乗務員はあと2人。副操縦士、33歳。航空機関士、48歳だ。その3人がコックピットに乗っていたのね。3人はまず羽田空港発、福岡空港行き377便に乗務する。出発は2月8日20時。3人は19時に羽田空港に集まりそこで顔合わせした。機長はこの副操縦士と組むのは今回が初めて。航空機関士とは3度目だが前回は1年も前だ。この2人はもちろん機長の病気のことは知らなかった。19時50分、出発前のブリーフィング。機長が中心となって天候や経路などを説明する。しかし機長はこの時気分が悪化し、強い吐き気を感じた。機長はブリーフィングを早々に切り上げたが、副操縦士と航空機関士は特に内容に違和感を持たず機長の異変にも気づかなかった。ここで気づくか、機長さんが自ら乗務を辞退してれば次の350便の乗務は回避できたかもしれないわね。この3人と客室乗務員、乗客は飛行機に乗り込んだ。駐機場を離れたのが20時ちょうど。出発が20時予定だったから少しばかり遅れている。機長さん、気分が悪くなってるのよね。大丈夫なのかしら？機長の操縦で、離陸に向けて滑走路に移動する。目指すは4番滑走路だ。機長の様子に特に違和感はなかったようだ。到着。4番滑走路の手前。ここで待つ。滑走路は着陸する飛行機も入ってくる。管制官の指示なしでは進入できない。いよいよ離陸ね。まあここ3ヶ月で60回以上飛んでるなら今回も普通にこなせるはずよね。事故調査報告書を読むと、少なくとも病気が発覚して以降の操縦技術は並か、少し悪いぐらいだった。3ヶ月前の技能チェックも4段階中、上から3番目の評価だ。注意力3万だそうだ。やっぱり不安になってきたわ。20時11分、滑走路に侵入して待機せよと管制指示を受ける。滑走路に移動。ここである異変が発生。まだ離陸許可は出ていないが、機長は、管制許可は来ているねと言いながら操作盤のパワーレバーに手をかけた。危ない、許可なく離陸しようとしたのね。これは副操縦士と航空機関士が気づき、やめさせたため大事には至らなかった。そして離陸許可が出る。20時13分、離陸。13分遅れで福岡空港に向かって飛んだ。そして、一番危険だったのは翌日の大事故よりもこのフライトだったのかもしれない。離陸は東向きだ。福岡空港に向かうためには180度旋回する必要がある。操縦全般って誰がするの？基本的には全て機長が行う。副操縦士は補助的な操作や無線のやり取りだ。経路はこの通り。東京湾上空で旋回する。まずは羽田空港を離陸したな。発進時のトラブルはあったが離陸は問題なかった。怖いのは次。福岡空港に向けて進路を反転させる際の操縦だ。
20時17分、速度252ノット。機体は25度の傾きでゆっくりと旋回している。ここで機長は操縦桿を一気に回し、機体が25度から70度に傾いた。通常、30度以内の傾きで運用するが大幅に超えている。危ない。副操縦士はこの状況にすぐ反応。普通は機長に断りを入れるが、そんな暇はない。機体を上昇させ、バランスを取り直した。副操縦士さん、グッジョブだわ。70度って体感的にはほとんど真横じゃない。機体は斜めに傾きながら急降下している。252ノットだった速度は311ノットに増速した。高度は6800フィートから一気に6000フィートへ。副操縦士の迅速な対応により、数秒で急降下は止まった。その際、乗客が受けた荷重は 2.1G。機体は水平になり、速度、高度も元に戻った。なお、70度で傾きが止まったのは副操縦士が対応した結果だ。そのまま機長が操縦を続けたら70度で止まらず機体がひっくり返った可能性もある。なぜそんな急な操作を？本当に危なかったわね。体勢を戻した後、副操縦士は、キャプテン、大丈夫ですかと言葉を投げかける。機長は大丈夫ですと返答。落ち着いた様子だった。逆に、うっかりしましたとか言ってほしいわ。本当に大丈夫なの？西向きに進路変更するまであと少し。ここで機長は副操縦士に旋回の操縦を指示。このようにちょっと操縦を頼むことはよくある。副操縦士はこの旋回を丁寧にやってのけた。以降の操縦は機長が実施。ただ副操縦士は念のため、操縦桿から手を離さなかった。そして機長は問題なく福岡空港へ機体を着陸させた。18分遅れ、午後9時58分だった。とりあえず福岡空港には到着したわね。ほっとしたわ。機長は開口一番、お見事やるじゃないかと副操縦士に話した。副操縦士にやらせた旋回を指しての言葉だったようだ。副操縦士は内心ムッとした。俺はテストされたのか、2歳しか違わない機長が何を偉そうに、という気持ちだったという。この機長の余裕ぶった発言により、まさか機長が病気ではという思いは消し飛んだ。離陸時の管制ミスと今回の異常な操縦。副操縦士、航空機関士はこの機長をうっかりミスが多い機長と捉えてしまっていた。機長さん、強がってごまかしちゃったのかしら。機長さんの異変に気づくチャンスだったのに。3人はフライトを終えると、午後10時30分頃に会社指定の博多東急ホテルにチェックイン。翌日の350便は7時25分発だ。あんまり休む暇ないわね。機長は副操縦士をホテルの喫茶室に誘い、少し話した。3人が就寝したのは午後11時から11時30分だったと考えられる。起床は5時30分頃だ。睡眠時間、6時間ぐらいね。寝不足ってほどじゃないけどもう少し寝てたいわね。そしていよいよ2月9日を迎えた。機長は自分自身、あまり気分が良くないのを感じて電話で母親に伝えている。しかし会社の誰かに話したりはしていない。代わりのパイロット、待機してるはずよね。体調悪いんなら辞退しなさいよ。機長にやっと復職させてもらって3ヶ月。機長は弱みを見せてまた降ろされるのは嫌だった。それに給料の7割が乗務手当。乗務してこその高級なんだ。なお副操縦士も、前日の操縦ミスを誰にも伝えていない。福岡空港の着陸はミスを挽回する見事なものだった。よって今いちいち騒がず、羽田空港に戻ったら一応上司に伝えておくか、と思っていたそうだ。航空機関士も同じ。この2月9日の朝、前日の異常操縦で機体が傷んでいないか入念にチェックしている。その一方で、操縦ミスした機長の行動に対しては報告メモを作成しながらその提出は羽田に戻ってから行うつもりだったという緩慢さだ。二人とも操縦の異常さは認識しつつ、誰にも報告していないのね。まあ上司である機長のミスを大きく騒ぎ立てにくいって気持ちは少しわかるけど、6時20分、3人は福岡空港に到着。3人と日光の運航管理者でブリーフィングを実施。次に客室が仮5名を加えたブリーフィングを実施。そして前日に乗った機体、ダグラス DC-8611 へ徒歩で向かう。この時機長は強い吐き気を感じたという。定員234名に対して乗客166名が搭乗した。平日の火曜日ということもあり家族連れは少なく、多くは福岡出張から戻るサラリーマンだ。そして7時34分だ。日本航空350便は福岡空港を離陸してしまった。福岡も羽田も天候は良かった。機長さん、大丈夫かしら？機長の体調は持ち直していた。離陸時の操縦は問題なかったし、巡航中も吐き気や気分の悪さは全くなかったという。巡航は高度29000フィート、時速890キロ。8時22分、大島の西80キロ地点。
ここからは東京アプローチの指示が飛ぶ。進路や高度が細かく指定される。降下を開始する。いよいよ着陸の準備ね。8時35分、木更津の南30キロ。もう羽田は数分の距離だ。350便は着陸許可を受けた。8時36分、フラップダウン開始。フラップを下ろすと低速でも浮いていられるようになる。以降41分頃まで段階的に下ろしていく。8時39分、ギアダウン。ノーズギア、メインギアを下ろした。8時42分、高度1000フィート。時速250キロ。風は追い風7メートルで全く問題ない。ここで先に羽田空港の地上設備について説明しておこう。ここが着陸する予定の33番滑走路。南北の方向に走っている。その南端には夜間に目印となる進入灯が設置されている。30メートル間隔で、全部で27機ある。一つ一つの高さは約5メートルだ。まあこの時間はもう明るいからあんまり関係ないはずよね。本来はな、これが350便。すぐ着陸だ。8時43分25秒、高度500フィート。事故まで1分を切っている。ここから機長の様子がおかしい。500。ここで機長、航空機運用規定で定められた、スタビライズドの返事をしない。副操縦士さんはおかしいと思わなかったの？病気と全く気づいていない副操縦士は、機長は発声の代わりに頷いたんだろう。それを自分が見落としたのかも、と思ったそうだ。8時43分50秒、高度300フィート。アプローチングミニマム。チェック。これは、規定に沿ったやり取りで問題ない。8時43分56秒、高度200フィート。墜落まであと10秒。200の、ミニマム。チェックはおかしい。200フィートは着陸可否決定高度。機長は着陸するか決定し着陸の場合ランディング、再上昇の場合ゴーアラウンドのどちらかを発生する。大事な場面ね。どちらを発生するかでその後の操縦は大違いね。このチェックの発生も、副操縦士はおかしいと思わなかったの？思ったかもしれないが、発生に続いて、機長はとんでもない行動を起こしてしまうんだ。もう言葉の真意を確認できるタイミングはない。ではコックピットの様子から説明する。もう着陸間近。チェックはおかしいが、副操縦士は機長を凝視したりはしていない。墜落6秒前。機長は自動操縦を解除すると、なんと4機のエンジン出力レバーをアイドリング位置に戻してしまった。そして操縦桿を押し込む。一気に機体は前のめりになる。さらに、第2、第3エンジンを逆噴射。パワーボール。機体が前のめりになり副操縦士が異常行動に気づく。操縦桿を全力で引く。機長は逆に押し込み続けている。キャプテン、やめてください。叫んだ直後に墜落。機体の先頭から着水。時速、約230キロ。勢いはすぐ落ちない。滑走路から510メートル。27機のうち19番進入灯の横あたりで止まる。天井に覗いているのはなんと機体の後部だ。不時着の衝撃で機体は真っ二つ。後部が乗り上げてきたんだ。機体が真っ二つ？とんでもない事故になってしまったわね。機長の異常には副操縦士だけが気づいたようだ。航空機関士は異常に気づいたというより、機長が逆噴射レバーを起こした状況だけを見た。逆噴射レバーを起こせるということは噴射レバーはアイドル位置に戻されているはずだ。その機械的な事実からパワーローと叫んだだけだ。外から見た様子だ。機体は進入灯に対してまっすぐ飛行している。この辺りで機長が噴射レバーをアイドル位置へ。そして操縦桿を押し込む。機体は急降下とともにやや左へ流れる。どんどん高度を下げていき、14番進入灯に接触。15番、接触。エンジンやタイヤが海面で擦れて脱落していく。水切り効果で少し浮く。16番、17番は無事。18番進入灯をなぎ倒す。翼がもげる。ここで停止した。エンジンとかウイングが取れるって、すごい衝撃だったんでしょうね。ああ。不時着場所は干潮時に陸地になるような浅い場所だ。当時の水深はたった1メートル。機体はそこに当たって強い衝撃を受けた。また、海上の進入灯は1トンの力でも変形しないよう強固な設計になっている。その進入灯に衝突したことで受けた衝撃も大きかったんだ。乗客の受けた衝撃は縦に 20G、横に 40G 程度。これでは無事では済まない。機内も散々だっただろう。固定されているものも含めて前に吹き飛んだはずだ。なお、墜落前の昇降舵はプラス9度。これが墜落の直前にはマイナス7度だ。つまり副操縦士の引き操作が勝り、機体は上向き始めていた。もう少し高さに余裕があれば墜落は避けられていたかもしれないのね。前輪が地面に接触した時点で機体にひび。翼が浮いて16番、17番は無傷。機
体が完全に割れる。重い本体部分はなかなか減速せず、全部に乗り上げる。機内の乗客や荷物はぽっかり開いた裂け目から飛び出してしまった。海中に投げ出されたの？なんてことに。これが墜落の全容だ。ここからは救助の流れなどを説明していくぜ。この事故で24名の乗客が犠牲になった。犠牲者はすべて11列目までに座っていた。前方ほど被害が大きかったんだ。機体が切断するほどの衝撃だったんですものね。特にその亀裂部分に座っていた方、計り知れない恐怖だったんでしょうね。しかも約30名はシートに座った状態で海に投げ出された。あまりの衝撃に気を失ったまま飛ばされ、海中で目を覚ます人が多かったそうだ。水深は1メートル。水温10度前後。大人なら立てる深さだが、シートに座った状態で突然意識が戻っても生還は厳しい。それでも11名の乗客が、海に投げ出されながら生還した。なお負傷者は149名。全く無傷だったのは全乗客でたった1名だ。事故は空港管制官や釣り船の船員など複数人が目撃した。羽田空港の空路は即時、全面封鎖された。事故の2分後、8時46分には空港グランドサービスの職員3名が空港南端に到着。どう救助したものか、と相談を始めた。以降も続々と人が集まった。8時59分、釣り船が警官3名を乗せ350便左翼に接舷。海に投げ出された乗客の救助を開始した。軽傷の乗客はネクタイを結んでロープを作るなどして救助を手伝った。事故から15分で救助を開始できたのね。空港のすぐそばだったのは本当に不幸中の幸いだわ。5名の女性客室乗務員は乗客に対し、指示があるまで外に出ないこと、救命胴衣を装着すること、機体は沈まないため安全であることを伝えて回った。客室乗務員は、どんな場所であろうと機体は20分は沈まない設計になっていることを非常訓練の知識で知っていたんだ。それでも最初はやがて沈むことを確信しており、客室乗務員は半ばパニック状態で泣き声でアナウンスしていた。乗客も乗客で、散乱する機内で救命胴衣を探して取り合いになっていた。それも墜落場所が浅瀬とわかると皆次第に落ち着いてきた。9時4分、救急ヘリが到着。以降、消防庁や警察のボートなども続々と集まる。水深1メートルでは大型船舶は接舷できない。多くの乗客は手漕ぎのゴムボートで救助された。乗客は救助後、滑走路の南端に設けられた簡易救護所へ。そこで応急処置の後、重傷者は救急車に乗せられ病院へ、軽傷者は羽田東急ホテルなど近隣のホテルへ送られた。9時35分頃までに、救出が困難な一部の乗客を除きほぼ全ての乗客が救助された。12時16分、切断された機体に挟まっていた最後の生存者が救出された。重傷者については懸命な治療も虚しく亡くなる方、そして何とか持ちこたえた方に分かれてくる。13時33分、犠牲者が24名と確定した。16時頃にはボイスレコーダー、フライトレコーダーが回収される。ここまでが事故当日の全体的な流れだ。24名の犠牲者、多いとか少ないとかいうのは意味がないことかもしれないけど、墜落事故にしてはこれでも少なく済んだのよね。ああ。不幸中の幸いだ。まともな不時着体制を取れてないのに海面に不時着してひっくり返らなかったのがまず大きいよな。他にもある。墜落場所が絶妙だった。あと30メートル進んでいたら水深3メートルの航路がある。反対に、250メートル手前には水深10メートル以上の大型専用の航路があるんだ。そんなところで止まったら早く脱出しないと大変なことになってたわね。ああ。実際に犠牲者は増えてしまっていただろう。機体から飛び出さなかったにせよ、固定が外れたシートは他にも多数あって機内はめちゃくちゃだった。墜落後すぐに脱出できない乗客は多くいたんだ。最後に救出された乗客が機体を出たのは墜落の3時間後だったしな。機体が沈んでいたら間に合わなかった。あとはエンジンだ。4機あるエンジンは海面にぶつかった衝撃で次々と機体から分離して転がっていった。火災の最も大きな要因であるエンジンがいち早く分離したのは良かった。まあ今回の事故では幸いなことにエンジンは発火しなかったから、くっついたままだったとしても同じだったわね。いや、救助作業に影響している。大火災の危険性を排除して迅速に救助活動が進められたのは大きいぞ。不幸な墜落事故だったけど、いろんな幸運が重なってはいたのね。全体的な状況は分かったけど、事故後の3人、特に機長の様子はどうだったの？こんな大変なことをしてしまって。墜落時の衝撃でコックピットの3人全員が骨折を負い、それぞれどこかしらに頭を打ちつけて失神していた。真っ先にコックピットに入ったのは客室の最前部に座っていた女性客室乗務員。
救助活動を開始するのに機長の指示を受けに来たんだ。3人の失神した様子を見た客室乗務員は、機長、起きてくださいと叫ぶ。機長、副操縦士は目を覚ました。目を覚ますなり副操縦士が怒鳴る。機長なんてことしてくれたんですか。機長はハッとしてしくしくと泣き出してしまった。副操縦士はさらに掴みかかりそうな剣幕だったので、次に入ってきた客室乗務員と二人で副操縦士を制止。今は言い争っている時ではないでしょう、と言った。スチュワーデスさんは冷静ね。事故直前の機長の強行を見てないからよね。航空機関士は頭部から出血し、まだ意識が戻っていない。命に別状はないものの重傷だった。機長は客室乗務員からスカーフを受け取り、出血していた航空機関士の頭部に巻いた。手斧の保管場所を客室乗務員に伝えたりもしていた。機長、テキパキと動いてる感じね。結構波があったような感じだ。この後は呆然としてしまって特に救助に参加した記録はない。一方で副操縦士はコックピットの窓から外に降りると積極的に救助活動を指揮していたようだ。事故から33分後の9時17分、治療を急ぐ必要のある航空機関士や客室乗務員2人が救助され、機体を離れた。続いて9時20分、機長が救助されゴムボートに乗った。まだ乗客は残っている。機長、骨折しているとはいえ最後まで残らなくていいの？機長は制服やネクタイを外しカーディガンを羽織っていたため誰も機長と気づいていなかった。乗客に紛れて救助されたんだ。機長は本来、最後まで乗客の救助対応に当たらなければいけない。航空法で決まっている。同じく骨折を負った副操縦士は軽傷の乗客の退避が完了したのを最後まで見届け、9時35分に客室乗務員3名と共にゴムボートで救助されている。これが本来見せるべき姿よね。一旦羽田東急ホテルに送られた軽傷の乗客は怪我の程度によってさらに病院に搬送される。午後12時50分、機長と副操縦士は慈恵医大病院に搬送され入院措置が取られた。軽傷だった二人に待っていたのは治療というより事情聴取だった。航空機でも鉄道でも、事故の場合原因解明のためまず乗務員に事情聴取するのが通例だ。事故後すぐに警視庁空港署に特捜本部が設置されている。署員は早速病院に出向くと、入院した二人の事情聴取を開始した。まず機長。署員が様々な質問を投げかけるが的を得ない返答ばかりだったという。途中までは順調で、着陸直前になぜか急に機種が下がってしまい、慌てて引き起こそうとしたと思うが、その後は覚えていない。機長はそんな返答だった。一方の副操縦士。急に機種が下がった。慌てて操縦桿を引き起こそうとしたが異常に重かった。機長が何かやったのだろうと思って何か叫んだはずだが、あまり覚えていない。と話した。機長が操縦桿を押し込む姿を見て叫んだはずだけど、話してないの？失神から回復した後なんてことしてくれたんですかって言ったのも、機長が操縦を誤った確信がないと出ないセリフよね。機長をかばったの？そのようだ。この状況にあってもなお、上司である機長の行いを副操縦士が告発するのはとてもできなかったようだ。だが副操縦士の態度はこの後一変する。事故の直後から日本航空の調査は進んでいた。部品は近くに転がっていて見つからないものはなかった。日本航空の調査班はエンジンを調べる。すると第2エンジン、第3エンジンが最後、逆噴射状態で分離した動かぬ証拠が見つかったんだ。あまりの急降下に逆噴射でブレーキをかけることはある。だが当時は天候は良く、着陸間近という状況だ。そこで逆噴射を行うことなど考えられなかった。逆噴射の情報をつかむと、日本航空の幹部は病院に飛び警察とは別で事情を聞いた。2月9日の夜だ。副操縦士はあっさりと機長の行為を認め、泣き出した。大変なことをしてしまった。会社が大変なことになる。機長が逆噴射のレバーを入れたようだ、と知っていることを話した。副操縦士はその晩、泣き明かしたという。朝に事故が起こって、ホテルに押し込められて、次は病院で、捜査員にはわからないって言って、日光には証拠を突きつけられ事故の詳細を話した。副操縦士さんからすると2月9日はそんな感じね。大変な日だったわね。一方の機長。日本航空の幹部に証拠を突きつけられ、自分の行いの結果が事故につながったとは認めた。しかし事故の重大さや自分の行動への反省は感じられず、態度に変化はなかった。勘が狂ったというわけです。体調を崩したのが悪かった、と繰り返していた。やはり回答は的を得ず、具体的に、逆噴射のレバーを引いたのか、と聞いても体調が悪くわからない、といった回答に終始していた。なぜ落ちたんだろうな、と独り言を言っているのも聞かれた。まるで人事ね。事故直後は副操縦士さんに責められて泣いてたのになんでこう態度が変わってしまったのかしら。翌2月10日、
特捜本部の警察官、運輸省航空事故調査委員会の役員、日本航空の幹部などが代わる事情聴取に来る。まだ逆噴射の情報は日本航空しか知らない。二人は日光にはよく話したが、特捜本部や事故調査委員会の事情聴取に対しては核心部分を答えていない。日本航空が観光令を敷いたの？それは不明だが、とにかく日本航空はこの前代未聞の状況に対し、対応に苦慮していたようだ。病歴をどこまで公表するのか、どういった病気なのか、どこが機長の責任でどこが病気によるものなのか。日本航空は連日会議を開き検討、調査していたようだ。日本航空が重い腰を上げたのが2月12日。昼頃、運輸省と事故調査委員会に異常運転や機長の病歴を報告した。情報を掴んでから3日も経ってますけど？限界だった。マスコミや世論は、機長はどこへ行った、なぜまだ原因がわからない、と日光を叩いていた。2月12日夜に記者会見。社長と専務が出席し、機長は心身症、異常な運転があった、と認めた。以降、副操縦士はすぐ退院したが機長の入院は続いた。機長の身の回りの世話は2月は機長の姉が、3月からは機長の妻と姉が交代で行った。4月10日、機長はいよいよ業務上過失致死傷と航空危険処置法の違反の容疑で書類送検された。以降も入院は続くが容疑者として取り調べられた。この機長を罪に問えるのかしら？ 5月12日、機長は事故から3ヶ月以上経って病院を出た。東京警察病院多摩分院に転院となり、さらに4ヶ月間、健康状態についてみっちり検査された。そして最終的に判明した病名は統合失調症だった。統合失調症と一旦疑ってしまえば、駆け出しの医師でも断定できるほど教科書通りの典型的な病状だったそうだ。統合失調症は妄想や幻覚にとらわれて異常行動に出てしまうこともある。その病気と分かっていれば飛行機には絶対乗れない。機長は着陸直前、いね、という声を聞いたという。これは機長の出身である大分県の言葉で、され、行ってしまえ、という意味だ。この言葉を聞いたのを最後に機長は記憶をなくしている。確か、事故当時の病名は自律神経失調症、事故後の記者会見では心身症って言われてたのよね。これらの病気とは全然違うの？自律神経失調症、心身症は心に原因があったとしてもそれが体の不調となって現れるものだ。頭痛とか胃痛、不眠とかな。軽度なら乗務可能だ。事故当時、自律神経失調症だったため乗務させたという判断は仕方ないことだった。でも事故の後に検査したら明らかな統合失調症だったのよね。じゃあ一番の問題は誤診じゃないの？結果的にはそうだが、この病気は検査数値には出ない。一つ一つの患者の不審な行動を集めて、トータルで医師が判断しないといけない。会社で見せた異常行動、家庭での異常行動、友人に見せた異常行動、それらが一人の医師にちゃんと情報として集まらないと判断できない。そして医師に伝えるのは医学知識のない上司だったり機長の妻だったりするので、これは伝えるまでもないと判断されて医師に情報が届かない場合が多々あるんだ。機長の病歴を簡単に説明するぜ。1969年、新卒で日本航空へ入社。翌1970年には早速副操縦士になる。翌1971年に東亜国内航空の客室乗務員だった妻と結婚。翌年には長女が生まれる。その後も仕事と家庭を両立し、事故の6年前、1976年頃までは陽気で明るい性格だった。その頃はすごく忙しかった。副操縦士の仕事をしながら、機長になるための勉学に励んでいた。その頃にきっかけがあったのね。1976年春に姉の一人が亡くなったんだ。姉は統合失調症。自身が今後苦しむことになる病気だ。姉の症状は重く、長い入院生活の末だった。機長になるための勉学で忙しい時に身内の不幸が重なったのね。しかもその年、1976年8月、機長は日本アジア航空へ転籍。機長昇格試験の受験は推薦式なんだ。転籍を拒否したら上司は自分を推薦しないだろう、とやむなく転籍を受諾した。職場環境まで変わったのね。心身の負荷は相当あったでしょうね。1977年1月、いよいよ機長昇格のための学科試験。ここまで逆境にも負けず頑張ってきたが、なんと試験は不合格だった。この不合格がとどめとなって一気に機長は落ち込んだ。もちろんこの時点では病気とは誰も思わず通院などとは考えなかった。半年後の1977年8月に再受験し見事合格。所属も日本航空に戻った。しかし以前のような明るさはほぼ見られなくなった。しかも、学科合格が最終ゴールではない。機長になるための実技訓練で忙しく、憔悴していった。
周囲には単なるノイローゼと思われていたようだ。1979年12月、とうとう機長試験に合格。しかし病気は進行していた。俺は日本人じゃない、といった周囲に理解されない発言が増えてくる。事故の2年前、もうかなり調子が悪そうね。でもいよいよ念願の機長になったのね。1980年1月、ここで初めて病院が出てくる。東京の斉藤神経科に機長の妻と姉が相談に行ったんだ。医師は数々のエピソードから、統合失調症の疑いありと一発で言い当てた。ただし本人は来院していないため話を聞いただけで帰った。家族はこの医師の助言を聞いて、本人を通院させたりしたの？していない。家族としても複雑な心境だった。精神疾患と分かったら、本人がこれほど苦労してようやく手にした貴重の地位を下ろされるかもしれない。それに統合失調症の症状は時々しか顔を見せない。病気の原因が機長昇格訓練にあると思っている家族は、訓練が終わった今だんだん良くなっていると思い込んでいた。しかもこれ以降、統合失調症の言葉は出てこない。以降に関わる医師は、情報不足もあったと思うが、誤った判断をし続けてしまうんだ。1980年11月、とうとう仕事に影響し職場に知られた。東京からモスクワに向かう便だ。機長は運航中に吐き気を催したり居眠りをしてしまった。居眠りはダメでしょ。着陸後にも自分のバッグを置き忘れた。同乗していた上司が見かねて、次のモスクワ発ロンドン行きの搭乗をキャンセル。帰国させた。後にパイロット仲間で集まった時に機長はこの帰国便のことでとんでもない発言をした。搭乗中、宇宙戦争が起こって中性子爆弾の光を見たと発言。病気の疑いを示す重要な発言ね。これはおかしいと思った複数のパイロットが機長の上司に発言内容を報告したという。しかし墜落事故の後の聴取でこの上司は、そんな話は聞いていないと主張している。どっちなのよ、責任逃れじゃないの？ 1980年11月20日、初めて本人が病院を受診。近所の行きつけの病院だ。胃痛の症状が強く、ここでは胃腸系の炎症だろうと思われてしまった。11月25日、聖マリアンナ医科大学病院精神科を受診。機長の妻の甥っ子がここの学生で、ぜひ行くように強く勧めた結果だ。つけられた病名は心身症。これは胃痛や吐き気をもたらす病気で、異常行動を伴う統合失調症とはまるで違う。ご家族は、以前統合失調症の疑いありと診断されたことを話さなかったの？家族は医者の言葉を信じている。より症状の軽い病名が告げられたことですっかり安心してしまったんだ。統合失調症にたどり着くには家族が見聞きした異常行動や異常な発言を医者が入手することが必要だ。医者に任せれば安心と思っている家族の情報が最も重要となる統合失調症という病、この行き違いが病気の発見を遠ざけてしまったんだ。結局、聖マリアンナ医科大学病院精神科には7回通院したが最後まで心身症の治療に終始してしまった。1981年4月からは慈恵医科大学病院に切り替えた。ここの医師は日本航空の健康管理室の非常勤医師を兼任しており、パイロットとしての行動も指導できるからだ。機長にはぴったりの医師ね。だがここで最悪の巡り合わせがあった。なんとこの医師はこれまで通院していた聖マリアンナ医科大学病院精神科医師の後輩だったんだ。この慈恵医科大学の医師は初診時、心身症と書かれた先輩医師からの推薦状を見ているわけだ。しかも先輩医師は助教授という権威ある立場だった。後輩医師は、信頼する先輩が下した心身症という病名を疑ってかかることなど全く考えなかった。病院は変わったが、治療の方針は変わらなかったんだ。せっかく病院も医師も変わったのに、改めて症状を見直すことはされなかったのね。ああ。しかも慈恵医科大学病院では通算12回も診察を受けたがな。これだけ通っても見抜けなかった。そして墜落事故後の言い分は食い違いがある。機長の妻は、医師には散々家での出来事を伝えた。通院時は私が必ず付き添い、12回は話したと主張。一方医師は夫人が付き添ったのは1、2回のみ、夫人に家での様子を聞いても診断に影響するような話はされなかったと、見抜く機会はなかったという主張だ。薬の服用についても食い違いがある。機長の妻は、搭乗前だけでも飲むように、と医師から聞いているという。一方で医師は搭乗前だけは服薬しないよう指導したと主張している。なお日本航空では搭乗前に服薬してしまうと搭乗できないと規定で定められている。あまりに食い違ってるわね。どっちが本当かわからないわ。この医師は機長が運航業務に復帰可能か確認するため、実際に3回も搭乗し間近で機長の操縦を見ている。また病院では12回診断、そして日本航空健康管理室でも3回診断しており、医師として一番長い時間機長と接している。
もし家族からの情報が得られなかったとしても、これらの長時間にわたる接見の間に統合失調症の病状が現れなかったか、医師が拾えなかったのは本当に残念だ。この機長、かなりまめに病院に通ってた方よね。それでも見抜けなかったなんて、後から情報を取りまとめると、明らかだったようだがな。ずっと情緒不安定だったし、暴力を振るったこともあったようだ。事故後検察は、この機長を有罪とするのは不可能と判断。心神喪失を理由に不起訴処分となった。その後、機長は日本航空を解雇されている。医師、機長、法人としての日本航空、誰も罪に問えなかったのね。ちなみに、副操縦士さんの操縦はどうだったの？精一杯機体を引き起こそうとしたけど、それは最適な操作だったのかしら？副操縦士さんが最適な行動をとった場合でも、やはり墜落してたの？回避方法があったのか知りたいわ。後の調査で、回避方法はないとの結論が出ている。機長が取った行動のうち、墜落に向かわせた以上行動は時系列順に次の3点だ。1、4機のエンジン出力をアイドル位置に戻した。2、操縦桿を押し込み機種を下げた。3、第2、第3エンジンを逆噴射のアイドル位置にした。そのうち最も墜落に寄与したのは丸2の操縦桿の押し込みだ。この行動によって機体は8度の降下角で急降下し一気に墜落した。よって副操縦士が取るべき行動は機種上げだ。実際に副操縦士は機長が操縦桿を押し込んだ2秒後には操縦桿を引いて機種上げ操作を開始している。実験の結果、機長の異常行動に副操縦士が気づくまで最大7秒、平均でも3.5秒を要するという実験結果が出ている。約2秒で気づき、機種上げ操作に入ったこの副操縦士は優秀すぎるぜ。なお副操縦士の反応が遅れ機種上げ操作ができなかった場合、角度はさらに増し20度の降下角で墜落することになるんだ。水深1メートルの水面に20度の角度で衝突したら大破だっただろう。8度であの状況ですもんね。20度って、機種は分断どころか粉々になっててもおかしくないわね。8度の角度に抑えられたのは副操縦士の迅速な判断があったからだ。一瞬の判断でたくさんの命が救われたと言えるだろう。まさか機長が墜落させようとするなんて思わないわよ。その光景が目に入るや、一瞬で状況を理解し、最適な行動が取れたなんてすごいわ。また、機長は異常行動の結果として操縦桿を押し込んだが、また操縦桿を戻す行動を取る可能性だってあったよな。仮に機長が操縦桿を押し込み続けなかったとしたら、たとえ一旦は8度の降下角に至っても副操縦士の機種上げ操作により、9メートルの高度でギリギリ機体が上昇を始め、墜落は避けられたんだ。機長の行動によっては急降下の後も墜落を回避できた可能性はあったのね。でも副操縦士だけの力では不可能だったのね。よくわかったわ。なお、エンジン逆噴射が最もインパクトのある行為だが、逆噴射への切り替えは墜落の4秒前。その影響が発生する前に墜落に至っており、実は機体の挙動への影響はない。入れたギアも逆噴射のアイドル位置だしな。仮にもっと早く逆噴射にギアを入れていたとしても、アイドル位置だとフルパワーのわずか数%の推進力だ。逆噴射はあまり問題ではなかったのね。逆に全エンジンをアイドル位置に戻す操作と操縦桿の押し込み、これらはもしどちらかが欠けていたとしてもそれ単体で墜落まで行ってしまう、致命傷となる行為だ。それが2つ合わさってしまった今回の状況は、回避しようがないものだった。いろいろ聞いてると、全部必然だったような気もするわ。機長の本当の病気が発見できなかった点もね。この事故への完璧な対策ってできるの？人が突然想定外の行動するって、防げるものなの？まず日本航空は、機長が通っていた日本航空健康管理室を健康管理部に昇格させた。常勤医師数名、非常勤医師十数名へと大幅増員された。非常勤医師には内科や耳鼻科、精神科の専門医を参加させるなど専門的な健康管理が可能だ。また、搭乗前のブリーフィングでビジュアルチェックを必須とした。これは要するに顔色、つまり全体的な雰囲気を直感でチェックするものだ。日常的なチェックは健康管理部が行い、搭乗直前のビジュアルチェックで最終確認する。こういった複数の網を張って防ぐしかない。また、1984年6月には航空医学研究センターが設立された。乗務員の健康管理、研究を目的とした独立機関だ。ここでは常にパイロットの健康管理を目的として、最先端の医療情報が収集されている。これらが日本航空が打ち出した対策だ。もう二度と同じ事故が起こらないよう、祈ってるわ。以上、今回は航空業界にとんでもない課題を突きつけた日本航空350便墜落事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件、
大事故 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。